皆さんおはようございまおはよす。うございます。僕たちは DIY したハイエースで日本一周している夫婦です。現在長野県です。今、白馬マウンテンリゾートまでやってきております。これからゴンドラに乗って高いところまで登って上の方から白馬の景色を楽しみたいと思います。本日は長野県最終日ということでお酒も用意しておりますので、最後は車内で車中泊する様子もぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。はい。長野県内にはゴンドラに乗るところやロープウェイに乗るところがたくさんあるんですけども、僕たちはここのためにずっと撮っておりましたので、いい景色が見られればいいなと願っているところです。それでは早速行ってきます。今回もよろしくお願いします。新ゴンドラは12月からだからちょっと残念やったけど、これはこれですごい宇宙船みたい。こんなのに乗るのは初だ。おー、早い。あんなスピード上がる。アトラクションじゃん。これですでに。行くぞ。おー怖い怖い。結構怖い。ガタ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 っていう。こんなに勢いつけないと登れんじゃん。あっからは結構ゆっくりだけど高い。結構なんかさっきの感じ。怖いんだけど結構宙に浮く感じがある。結構怖いかもこれ。これ怖いと思う。観覧車のハード版って感じ。わかる。この間。うわ浮く。俺苦手これ。あー来た。この感じが嫌なんだよ。ここで。私さ、もうなんかあれだわ、アトラクション系乗れなくなったかもしれない。俺たちも落としたってことで。だって怖いもん。前はこんな「ふー」とか言ってそうやったけど、今年やな。これの方が怖いです。高い橋とかより。確かに。全然怖い。これだいぶスリルある。包まれてるのが幸い。これ包まれてなかったら心臓が終わるわ。これ怖いんだけど。怖いです。めっちゃ浮く。一回食らってまた登るんだ。これすごいです。よく作ったな、こんなの。マジでよく作ったこんなの。あー怖いな。なんとか着いた。結構怖かった。ずっと来たかった白馬。旅を始める前から憧れていた白馬です。うわー。こっちのリフトはまた違うリフトなんだ。そうだね。綺うわー、麗。めっちゃ綺麗。ちょっとまだ雲が出てるんですけど、綺麗。かっけー。一応山頂に着いてからはそれぞれの場所にアクティビティがあるんですけども、僕たちは最初にお客さんが来る前にマウンテンハーバーってところに向かっております。雲がかかっているんですけども、晴れているので山肌が綺麗に見えております。どんどん人も上がってきてる感じです。お店とかが秋田したからね、もっと増えてくると思うけど、もうちょっとここで涼みながら綺麗に見えるのを待ちたいと思います。こちらが500円で2分間のみ乗れるブランコです。結構常にあれぐらい行列が朝からできてました。お高めのリッチなカフェラテです。みんなが美味しそうに飲むからずっと飲みたかったんだよ。いいね。でこれはなんか人気1位のリンゴとかくるみとか
シナモンとかが練り込んであるちょっとマフィン型の焼き物です。ずっとあそこに座って待っていたんですけど、シナモンの香りがずっと漂ってて、お腹はすく一方ですけど、僕はあともう少し待ちます。本当はもう1個ぐらい買いたかったけど、1個が690円ぐらいして、うんうん。ちょっとスコーン買ったらもう2000円近くなるところだったから、それだけでいただきます。おー、すごいパイ生地っぽい感じだ。これはうまいぞ。なんかめっちゃ外がさガリガリ。ガリガリくん？うん、外がガリガリくん。なんか本当に真ん中にリンゴやらなんやらが詰まってるみたい。たどり着かない。中がもちっとしてて、外がザクッとしてて、食べ応えもあって美味しい。やっと買えた。1時間ここで待って買いました。ツナのクロワッサンのサンドイッチです。アイスコーヒーのセット。1650円します。よかったね、こんな景色見ながら食べれる。また買いがあった。てか早朝に来てもあまり意味がないということが正直わかります。そうだね。お店のパン屋さんも10時ぐらいからいっぱいもうパンが出来上がってた感じなので、7時半に乗る必要はないのかな。土日だったらいいのかもしれない。そうね、今日平日だから意外とそうでもないのかもね。ではいただきます。うわ、サクサク度合いが半端ない。中のツナが塩気もあって、クロワッサンの生地にかなり合います。新しいサンドイッチにしてはコーヒーは深入りコーヒーですね。酸味は全くありません。アイスコーヒーって感じ。食べてる時って、酸味系は合わないよな。コーヒーを楽しむ時は酸味が欲しいけど、パンとかスイーツ系はね、うわ、ツナたっぷり。美味しい。うん。ね、待ったもんね。このためだけに待った。2時間ぐらいいて、なんなら景色も今の方が良くて、あの時間があるからこそ今があると思いましょう。この白馬の人が少ない時間帯を見れたと思う。確かに。わあ、これおすすめ。一口はいただきたいです。いや、半分するって思ったよ。あ、そう？それ取ってたんじゃないの？半分じゃなくていいよって一口で。大口で食べてツナぎっしりだ。すごい大口だったわ。よく入ったな。ごまの風味がすごいいい。美味しい、本当に。美味しいでしょ。絶対食べるべきだっていうのに彼女は私はいい。かたくなに私はいいって言うから。私はこっちが本当は2個ぐらい食べたから。まさかこんなに全部高いって思わなかったんだ。どうですか？これもめちゃくちゃうまい。初めて食べる感じよね。どっちも新しい。じゃあさっきのテラスで食べてましたけど、こっちで食べる方が正直おすすめです。涼しさ的にはね。涼しさ的には、景色的には断然テラスだね。まあ、こっちの端から見れば一番いいよね。テラスも影に座れば全然涼しい。勢いはいるだろうね、ある程度。ちょっと待ってくれ、これは相当難しいわ。バランス感覚と体幹がいるな。超難しい。意外と早いぞ。早いって怖いって。エリアを移動するときにはこれに乗って途中まで降りられるそうです。高さが結構今までの普通のやつとは違うんですよね。でもゴンドラよりこっちの方がまだ安心感が俺ある。そう、スリルはあるよ。ゴンドラさ、浮く感じがする。すごい、でも綺麗な景色。いい景色だ。Monthly for his mom fronted him cash to buy
some new reporting gear, but it's cool, cause he can pay her back when he hits it big next year. Oh, what are we gonna do when we find out you don't own anything? おおいいリアクション。ジャイアントスイングってやつです。結構ブチンって切られた後が怖そう。降りるときがね、こっち側は白馬村が見渡せるようにリアとなっております。暑いね。いくら白馬とはいえ、日差しはやっぱ夏はすごい。で、上から自転車に降りてくる人たちがいる。あ、そう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 。自そういうあれは自転車じゃなくて、ゴーカートみたいな。そう、あれも面白そうだ。こういうのはね、俺、目覚ましテレビかなんかで見てたよ。あ、そう。だからずっと行きたいって思ってたけど、まあさすがに乗らないけど。そうですか。うん。そんなずっと行きたいと思ってたのに乗ら白馬ない。の景色ってやっぱすげえなって思ってた。まあこれだけゴンドラに乗れる回数が多いって考えると納得の入場料だと思うけどね。そうだね。一日いようと思っても食べ物もあるからそれなりに入れるのかな。簡単にこの場所の概要を説明しておきますと、この上に上がってくるまでにゴンドラに乗るんですけど、その後はそれぞれの場所でアクティビティごとにお金がかかるようになってます。どんなものがあるかっていうと、ブランコ系のやつだったりとか、マウンテンカートとか MTB ってやつ、あとバギークルーズだったりとか、この先に森があるんですけど、そこのガイドツアーっていうのもあったりとか、自然単勝路を歩くコースっていうのも別にあります。まあ、今回はもうそれはしなくて、その景色見ながらゆっくりしようっていうのが僕たちの目的だったので、それはしませんけど、それ以外にも乗馬体験だったり、ホーストレッキングっていうのもあるみたいです。全部を楽しもうと思ったら、2万円ぐらい1人予算を持ってきとけば、全部はゆっくり楽しめるのかもしれません。アクティビティも楽しめるし、ゆっくりもすることできるし、結構ペット連れの方も多いからワンちゃんと一緒に楽しむこともできる、なかなか人気スポットですね。最後また恐怖のゴンドラに乗って帰ります。下り絶対怖いよね。怖いよね。絶対怖いと思う。あーやだ。ここから早いで。あー急。ってスピード上げるからさ。怖いこれ。スキーとかする人たちこういうの当たり前なのかな。また浮いた。気持ち悪い。スイちゃんの元へ帰ります。我々はこちらのいろは堂にやってきております。炉端のおやきいろは堂です。日那佐っていうところにある焼き屋さんなんですけど、僕たちは白馬村から今長野市に向かっている最中です。長野県のおやきもいろいろ種類がありまして、こちらは揚げおやきが食べられるということなのでやってきてみました。今日の夜ご飯に変えたらなと思って来てます。その中では食べない予定ですが、早速入ってみましょう。こちらのお店は今年で99周年ということで、こちらのステッカーもいただきました。毎年リニューアルするみたいです。来年に100周年、ぜひ100周年に訪れてみてはいかがでしょうか。ラミナスを注文したんですけども、ネギ味噌もサービスしてくださいました。ありがとうございます。こちらイートインだったらそば茶をいただけますので。そば茶めっちゃ美味しい。焼きっつったけど別に油っぽくはなさそう。うまっ。生地がふわもちだ。かなりふわふわしてるね。皮も薄めに作ってあるから身がぎっしりだ。美味しい。揚げおやきも超うまい。ここでの表現はこんがりふっくらほかほか。確かにほかほかしてる。これネギ味噌。ちょっと餃子の具みたいな。店内で食べれば焼きたてを食べることができますので、ぜひおすすめします。
あれから時は経ち、年月は経ち、車内です。タイムスリップしてきました。今日は長野県最後の夜を過ごしたいと思います。今日昼買ったこちらのお焼きのお持ち帰りと、メインはこちら。松本平ブラッククイーンという長野県のワイン。と前三重県で買った身が焼いてた本場の軽井沢で買ったセットになってるやつ。2種類か。いいね。これを鶴屋で買ってきました。あとはちょっとしたワインに合いそうなおつまみを作りたいと思います。このスタイル。あるよね。あったか。ボロやけど。だから100均のこれ壊れたやつだけど便利なんです。よかった。切り干し大根に需要があるなら宮崎もっと頑張ろうぜ。そうだよね。やけに使われてるなんて光栄じゃない。あ、取れた？なんだかんだ100均のでも大丈夫なんだ。それではめちゃくちゃ冷えたワインをいただきます。3度ぐらいで冷やしてたから。綺麗な赤。辛口だからね、ごくごくは飲めないですよ。いただきます。ワインはやっぱ香りからこう。でもちゃんとぶどうの香りだね。あー、美味しい。冷えてると。冷えてるワインってこんな美味しいんだ。日本のワインって飲みやすいね。赤ワインでも。全然辛みないな。渋みは全くない。これなんか賞取ってたよね。とりあえず2022年の長野ワインということでおすすめいただいたので飲んでみたんですけど、美味しい。美味しい。全然辛くない。飲みやす。渋みもない。ない。さあ、おやってみなさい。あれから長野市の方まで移動してきて、今回撮影はしてないんですけど、温泉に行きました。源泉かけ 100% かけ流しの温泉。白馬の方にも旅行を探してくれてたんだけど、場所的に長野市の方が良くて、ここに行ってみました。700円ぐらいしたから、高めかなーって感じだったけど、長野にしては。そういうとこは350円とかね、400円あるけど。小布施温泉穴観音の湯っていうところだったんですけど、俺はめちゃくちゃ気に入った温泉。そう。かなり硫黄の匂いが強いっていう風に書いてあったから、どうなんだろうと思ったら、本当に硫黄の香りが肌に超ついた。そうだね。手によったら超匂うもん。中の方結構厚めでガンガンお湯がズワーっていうぐらいまで出てて、露天の方は結構ね、展望風呂みたいになってて、それこそ小布施市の街が綺麗に見える、山が向こう側に見えて、長野らしい景色を見ながら温泉に入れるところで、蒸気風呂もあったや。そこからもガラス越しに外が見えるから、それもよくって、これはすごい気に入った温泉でした。景色も良くていい温泉だったと思います。こっちがナス。ピリ辛ナスをお店で食べたから、これはシンプルなナス。こんな感じです。あちあち。切り干し大根。切り干し大根。あち。裏がめっちゃ熱い。おー、いい音。アミの実家でも作っていた千切り大根。しっかり味噌の味がして美味しい。この生地も美味しいし、具がしっかり入ってるんだよな。食べないとこの美味しさはわからないと思います。めっちゃ美味しいもん。今までさ、揚げ焼き、米粉、かし、薄焼き、そば食べたやん。誰が好き一番？うわ、一個だけか。まあいいや、生地的に好きなのって考えて。せーの、揚げ焼き。カリフワが絶妙。なるほど、こういう味付けにで食べるんだ。切り干し大根。甘みはない。でも味噌っぽい味。そうそう、味噌っぽい味。ちょっといろいろ分厚かった。ちょっと今日は暑いですね。日を暑かったら33度まで上がりました。暑いですね。すいません、手で失礼いたします。生ハムの塩味が、トマトより甘くしてくれてるような気がする。オリーブオイルかけても良さそう。本当にこのワイン美味しいな。ね、やっぱワインとチーズって合うんですね。合うね。この組み合わせ最高すぎる。大葉もいいアクセント。食べ方に問題がありますけど、失礼します。
食べ方はインド風味。長野県はやっぱり長野県らしい景色、他とは違うなっていうのを長野県3週間ぐらい滞在したけど、それはすごく分かって、それがある場所だけじゃなくて、全体的に場所移動してもそういう景色が多いっていうのは感じたかな。だから移住者として結構安曇野の方面が好きだっていう人とかよく聞くんだけど、その理由もよく分かったし、やっぱ夏の時期の緑の感じは素敵だし、また冬もいつか見てみたいなっていうのはすごく感じました。私たち富士山も全く雪が被ってない状態しか見てないから、次はやっぱ雪がちょっとかかってるアルプスと富士山を見たいなってやっぱ思うね。きっとまたリピートする場所かなと思った。長野はキャンプもしたいしね。長野、山梨、静岡ら辺はリピートしたいなって思うかな。キャンプする側としても。おー、うまい。箕輪町にいる知り合いの方にお会いした時にお土産でもらって、辰野市の夜明け前っていう日本酒飲んだんですけど、それもめちゃくちゃ美味しかった。おすすめです。ぜひ買ってみてください。美味しいお酒が長野県も多いんだなっていうのはある、ね。ああ、お酒が飲めるようになってよかったなってつくづく思う。いや、ほんとね。ここ最近。日本一周しながら日本酒の美味しさはいっぱい感じられるし。まあもっと飲めるっちゃ飲めるけど、そんなに手を出すとやっぱかなり費用かかっちゃうから、ほんと1本ぐらい、おすすめ1本あるだけでも全然違うので。よし。ね、旅しながらお取り寄せできるものとかってさ、気に入ったらお取り寄せすればいいわけだし。そうね、いのって実あるよね際私たちふるさと納税で信州のウイスキーと買ってたもんね買ってたりしてたから、そういったので買ったりとかもできるしね。ということで、今回の動画はここまでになります。はい。長野県3週間滞在したわけなんですけども、動画の本数としては少ないと思いますけど、自分たちなりにはたくさん堪能できた長野旅だったなというふうに思います。アルバイトもしたし、自分たちの行ってみたいところには足を運ぶことができましたので、長野県の良さと、あと特別感っていうのを感じることができた旅になったかなというふうに思います。動画には撮れなかったけど、シャインマスカットの摘粒っていう作業があって、シャインマスカットが大きくなってくる前に数を揃えるっていう作業があって、もし機会があればそちらも体験してみてください。シャインマスカットが食べられるってことはないですけど、いい経験だったので、はい、もしよかったらこの季節に来られた方はやってみてはいかがでしょうか。全体的に標高も長野県高いので、やはり避暑地として過ごせる場所だなというのは改めて感じることができました。それは本当にそう思いました。快適に過ごせた夏の長野旅になりました。私の動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。長野県ありがとうございました。おやき美味しかったです。まるで白い糸のような滝でした。漢字そのまま読んだだけや。漢字そのままを表す滝と言っても過言ではありません。今日はめっちゃ雨が降ってるんですけど、あんまり滝って水量が多い時ってブワーって感じだけど、それはない。一本針の糸が2本3本になったぐらいの感じです。こんな感じです。ミシン糸が手縫い糸に変わりました。ぶどうのワインもさ、そのぶどうワイン用のぶどうは育ててないけどさ、ぶどうのアルバイトをしたことによってなんかぶどうに対する考え方もちょっと深まったというか。うん。鹿じゃない。鹿？すごい鹿鳴いてる。